こんにちは。皆さんお元気ですか？お越しくださいましてどうもありがとうございます。いつもチャンネル登録や高評価ボタンを押していただいたり、温かな応援のお気持ちを向けてくださいまして、本当にどうもありがとうございます。今後もリーディング動画アップしていきますので、引き続き応援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。今回リーディングテーマとなっていますものが、これからあなたに来る嬉しいことを、リーディングしてまいります。これから数週間以内とか 1,2 ヶ月ぐらいの間の中で、嬉しいこと、どんなことがあなたにやってくるのか、どうぞお楽しみに。はい。今回選択肢のカードに登場してくれたのが、オラクル・オブ・ザ・セブン・エナジーカードちゃんです。では、こちらから3枚選ばさせていただきます。では、こちら3枚のカードを用意いたしました。左側 A、真ん中 B、一番右が C とさせていただきます。裏側の面でね、選びたいなというあなた様でしたら、今お選びいただけたら良いかなというふうに思います。ピンとくるカードをお選びください。それでは、表の目にいたします。A のカードちゃん、真ん中 B のカードちゃん、一番右側 C のカードちゃんです。こちら、3枚、画面アップさせていただきます。では、A のカードをお選びいただきましたあなた様のリーディングを開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、では A さんよろしくお願いいたします。今日はね、ヘキサグラムで、ちょっと出させていただきます。スプレッドといって、カードちゃんを置く、位置のね、形とか、そういった呼び名があるんですけれども、ヘキサグラムでやっていくかなというふうに思います。それでは、ベーシックな感じでね、最初出させていただきたいと思います。まずは、過去のところを開けてまいりましょう。カップの9の逆ですね。現在の状態。カップの3。そして、これから、カップのナイトさんが出ております。はい。周囲の状況お相手様。デス、リバース。そして、あなた様。ソードのナイトさんが逆ですね。で、結果のところ出します。世界のカードが出ております。こちら、アドバイスカードと、そして、オラクルカードちゃんなんですけども、まずオラクルカードちゃん出させていただきますね。現在のテーマとなっていることだと思います。こちらね。ロスですね。はい。そうですね。ちょっとヘキサグラムって六角形の形だけど、これ画面に収まらないんで、アドバイスの方はね、ちょっとこちらに置きました。カードちゃんね。ちょっとね、何かを諦めたり、こだわることをしなくなった、その結果、あなたに喜ばしいものが運ばれてきていますっていったようなことを伝えてきてくれてるんですね。私はそういう風に感じているんです。で、カップの9がこれ過去のところに出てますよね。あなたの願いっていうものが、個人的なものだった。それは、恋愛関係だったり、お相手様に向けるお気持ちとか、あとは何かの願望がね、あって、願い事があって、それが叶うために、何かを努力なさっていたりだとかされたりね、したのかもしれないんですけれども、なかなかそこの願い事っていうものが叶わなかったよっていったことを感じるんですね。これもう一枚ちょっと出していただいていいですか。ちょっと補足もらっていいですか。そう、願い事をね、叶えようとすごく何かされていたとしても、なかなかそれが進まなかったりとかした。ソードの6の、カードがね、やっぱり逆に出てますね。環境がなかなか変わらなかったりだとか、あなた様が、こうなってほしいなとか、こういう風にしたいんだって言ったことがなかなか進まない。
お仕事でも、また恋愛関係とかね、人間関係でもそうなんですけれども、そういった過去をね、出してきてくれてるんです。だけど、今ね、現在のところ、そして非常にね、未来が明るいような、カードが出てますよ。なんかお仲間さん、お友達とかお知り合い、あとはその同僚の方々と、雰囲気がね、今とてもいい感じに、伝わってきてるんですね。あとは、あなたが、また新たなね、希望を何か持って、活性化しているような感じがするんです。喜ばしいカードちゃんっていうことでもあるんですよ、このカード。なので、現在の状態って、前向きに、なさってるんじゃないかなというふうに思います。そして、未来のところにね、カップのナイトさんが出てるんですよ。これ、あなたに何かね、届けられるよって言ったことを感じます。それはすごく嬉しいことです。あなたにとってすごく嬉しいことが、メッセージだったり、思いだったり、それが込められている何か、サプライズ、出来事、それがね、届けられるよって言ったことを伝えてきてくれてるんですね。はい、感じますよ。そして、この周囲の状況とか、お相手様だったとしたら、デスが出てるんで、やっぱり一旦何かのけじめっていったものがあったのかな。持続しているものが、形を変えて変化して、新しくなった。そう。なので、このカードちゃんはいつも私は感じるんですけど、新しい新鮮なね、風が吹き込んでいるように感じるんですよね。なのでなんていうのかな、輝く星が新たにね、生まれているよっていったことを感じます。決して怖かったりだとか嫌だったりだとか、そういった、感覚がないんですよね。そう、なので、変化してますね。はい。で、ソードのナイトさんが逆です。はい。A さんは、そう、これね、すごく無理をして頑張ったりだとか、何かを追いかけたりだとかするのをしてないよっていう状態に感じるんですよね。今までハイペースに何か取り組んできたりだとか、あとは思いを向けてきたものに対して、その対象に向けてのお気持ちや行動っていったものが、今は抑えられてるというか、沈静化したというかね、なんかそういったようなメッセージを感じています。はい、そういった、状態なのかなといったようなことをざーっとこう目指していただきました。結果のところにワールドのカードが出てますので、あなたが非常に何か、エネルギーが、充満してるというか、そう、何か悟るというか、分かったことがあるよとか、なんか感覚として得られている感じがするんですね。世界観が完成したよとかね、そういった意味合いでもあるんですけれども、何かの到達点にあなたが来ていますっていうことなんですね。はい。でね、オラクルカードちゃんはロスっていうカードが出てます。これは、何か失うっていう意味ですよね。船はね、行ってしまった、あるいは来ているのか、どちらに取れるのかっていうのもあるんですけれども、そう、何かをこう手放したりだとか、亡くなったことで分かったことがある、得られたことがあるっていったような感じに、そういったような感覚に私は感じておりますので、A さんの環境というよりも A さんのこの内側のところで、何かの気づきだったりだとか、精神的なところでこうちょっと楽になっているっていったような感じがするんですね。はい。で、ここからなんですよね。この謎のカップルナイトさんがいますので、どんな、嬉しいことが起こるのか、もうちょっと詳しくね、カードちゃん出てきてもらって聞いていきたいと思いますので、お願いいたします。
はい、それでは、お待たせいたしました。カードちゃん出てくれてますので、開けてまいりたいと思います。はい。ペンタクルの9。あー、ちょっと狭くなっちゃった。はい、ソードのクイーンさんですね。うん。そして、ムーンですね。ムーンと、はい、ペンタクルの3の逆が出てます。あれ、さっき、これはカップか。カップの3ですね。カップの3。はい、こちらは夢の中で、ハッピーファミリー逆。レッティングゴーが逆。はい。そして、ヒールとサズネスアイソレーションが出てますね。このヒールはジャンプカードで出てきてくれてるので、結構、なんていうかな、強くメッセージ届けたいなっていう風に感じました。あとはこちら、ローズオラクルさん。それない。はい。ヒーリングイズハプニング。ヒーリングイズハプニング出てますね。やっぱヒーリング系なのかな。はい。そしてこちら、メイキングニューフレンズ。おー。そしてこちらは、レティング・オブ・アージェンシーですね。で、ロマンス・エンジュ・ワラクル・カウさんと、ラブ・ユー・セル・ファースト。はい。そして、才能が開花するのカウちゃんが出てきてくれています。はい。ですね。まず、これまでのいろんなご事情だったり、ご環境でですね、A さんが、心をね、使ったり、頭を使ったりっていうね、ちょっと大変になったことが終わりでしたら、今後、それがあったからこそね、実りがあなたにやってくるよってことです。で、ペンタクルの9が出てて、これ、A さん自身の頑張り、お力を、使ったからこその成功しているよっていうカードちゃんなんですよね。で、独立とかそういったことも確かあったと思うんですけれども、あなたがのびのびとね、面白い気持ちで、取り組むことができているといったような、ことが伝わってきてますので、不安感だったりだとか、これから仕事とかやってることが成功するのかな、どうなんだろうって、不安に、ね、なってたことも好転していくよっていったことがまず一つ。そして、今までのハッピーファミリーなんですけれども、つながりですよね。その人間関係って言ったことが一新されるんじゃないかな。はい。あなたがね、なんとなくこういう、人たちとつながりたいなとか、こういう人の輪の中に入っていけたらいいなっていったようなことが叶ってくる。レッティングモーなので、そう、手放しのカードが出てます。なので、あなたがなんとなく望んでいたその人間関係が、これから構築されていく、そういった流れになってくるっていったことなんですね。どうしてもそのつながっていなきゃいけない人たちっていうわけではないんだなっていうことが分かってきたりだとか、あとはそういった何か出来事があなたの A さんのもとに運ばれてくるよっていったことを感じますね。なので、人間関係がちょっと変わってくるっていったことですね。そう。なので、このカードちゃんなんですけど、メイキングニューフレンズ。これ、新しいお友達ができるよっていったことなんですね。そうか。今のね、状態でも、こちらカップの3なんで、素敵なね、ご関係性っていうの言ったものがあなたの A さんの周りにあると思うんですよね。ちょっとね、飲みに行こうよとか、ちょっと話しようよっていったような、お仲間さんがいらっしゃると思うんですけれども、もしかするとその方とは別の場所、例えばご趣味で何かされていて、こういった方ともっと知り合っていきたいな、情報交換したいなっていったような人たちと出会えたりだとか、そういったサークルコミュニティの中にあなたが、入っていけるような、そういった流れがやってくるんじゃないかな。そうなんですよね。これペンタクルの三脚ですよね。なのでお仕事とかね、取り組まれてること関係だと思うんですよね、おそらく。あなたに有益な情報をくれるようなお仲間さん。もちろん、A さんもね、その方たちにとってはすごくいい影響を、及ぼせる。
で、そこが、なんて言うんだろう、ビジネスライクって言ったよりも、このやっぱりフレンズなんですよ。心をこう許せるような、和むような、そういったお仲間さんがこれからできてくるよっていったことなんですよね。で、こちら、サドネスアイソレーションとヒール。あなたがとても、心が疲弊してしまったりとかするような、そういったことが一旦収束して、そう、鎖がこうね、ちぎれてるじゃないですか。だからそういったことから解放されて、あなたは癒されていくよっていったことも伝えてきてくれてますね。嬉しい出来事なので、新しく知り合う方、そういった方々に癒されるっていったこともあるかもしれない。こういうね、人たちもまだいたんだ。自分が心を少し許せていけるような人たちなんじゃないかなっていうような、そういった方々に、出会える。Healing is happening ですね。こちらも You are not broken. Just a process. It's safe to soften. はい、ちょっと待ってください。よっ。こちらなんですけれども、あなたの心は折れていません。プロセスを感じてください。力を抜いても大丈夫です。癒しはあります。といったようなメッセージのカードちゃんなんですね。とにかく癒しはあるよっていうことを伝えたいらしいんですよね。いろんな苦労とか、ご苦労ね、困難とかあったとしても、あなたは、あなたの真の部分までは傷ついたりだとか、何かをこう取られちゃってるわけじゃないですよっていうメッセージを届けてくれてるんですね。はい。なので、絶望とかっていうことではなく、むしろ希望的に、希望を持てるような流れとして、新しい人とつながれる出来事が届けられますということですね。ちょっと後でその辺も聞いてみたいと思います。あとは、レティング・オブ・アージェンシー。これ、スケジュール的にもタイトな、時間に追われるような流れっていったことなんですよね。忙しくなられるかもしれませんが、ちゃんと時間管理をされることで、こういう風にすれば、うまく時間使えるんだなっていったことが、管理できてくる。で、その辺をコントロールできるよっていったことなんですよね。で、セルフケアですね。境界線を引き、セルフケアを優先することで、身にたやすく物事をこなせるということなんですよ。ということなので、ごめんなさい。で、ここで出てくる共通というか、リンクしてくることは、このヒールとか、ヒーリングイズハプニングとか、あとはこのラブユーセルフファーストですね。これ、恋愛系の方で、見ていらっしゃる方もいらっしゃるかなと思って出させていただいたんですけれども、お相手様とのお時間、なかなか取れないのかもしれないですよね。あとは意中の方でもそうですし、もうそういう関係になっているよって方もそうなんですけれども、接点がなかなか、取れない、見つけられない。あとはそうだな、これからやってくる、未来のところで出てくるカプロナイトさんなんですけれども、すごくね、なんていうかな、あなたに好意を向けてくれてる人がいたとしても、あなたが忙しくて、その方のお気持ちに気づけていないって言ったこともあるかもしれませんし、あともう一つは、あなたが気づけていないって言ったことが非常に、残念ですよね。なので、まず自分のことをセルフケアをするって言ったことが大事なんじゃないかっていったことを感じるんですよね。これラブヨーセルフファースト。まず自分を第一にしましょうっていうことなんです。忙しさに、追われてしまいがちなんですけれども、どうぞ時間管理をね、なさっていただいて、ください。で、ちょっとした隙間の時間でも、こういった存在、こういった方がいらっしゃいましたら、その方との交流を
取れるチャンスがやってきますよってことなんですね。自動的にこう運ばれてくる出来事っていったよりも、あなた様が少しね、なさらなきゃいけないこともあるのかもしれないんですけれども、でもそれはあなた様自身を第一優先にしていただけると、恋愛関係の方もですね、発展していきそうな雰囲気が感じられます。あなた様が嬉しくなることなので、そう、A さんが嬉しくなることなんですよ。今回見てるのがね。なので、時間管理とかスケジュール管理していただければ、このお相手様と、お話ができる。お話をする時間ができたりだとか、ちょっとしたデート。例えば会社から帰る間にね、本当にちょっとした時間でもね、駅までの間とか、あとはちょっとお店寄ってくるかもしれませんけれども、なんかそういったね、交流が取れたりだとか、学校行ってらっしゃる方もそうですけどね。ちょっと早起きして、電車一本早く乗ったりだとかしてね。そしたらこのお相手様と一緒に学校に行けたりだとかって言ったこととか。なんかすごい可愛い青春だな。なんかそんな感じもね、あるんですよ。ちょっとドキドキすることやってくるんじゃないかな。嬉しいですね、そういうのね。そう、あとは、そういうお相手様いらっしゃらないというあなた様でしたらですね、こちらの新しい出会いですよね。やっぱり。何かあなた様がこう時間管理をすることによって、新しい出会い、人とのつながりっていったものができていくっていったようなことを、伝えてきてくれてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。そう。なので、あなた様がまずヒールね。心の疲れとか体の疲れっていったものも癒えてくると思いますし、そうでこの方との関係性がそうやって少しずつ盛り上がっていくことで、あなた様がどんどんね、何か自分の縛りみたいなものをこう解いていけるんじゃないかなというふうに思います。新しい日々がこうやってくる、そう新しい発展がなされてくるんじゃないでしょうか。新しいってごめんなさい。そう、今までになかったような嬉しいなんか人間関係そういったことを感じますね。才能が開花するというカードちゃんも出てきてくれていますように、そういった新しい情報が入ってきたりだとか、新しい人間関係が構築されていく上で、あなた様のもっと今まで発揮していなかったものが発見してもらえたりだとか、こんなところあるんだっていうふうにね、自分でもちょっと驚くような、そういったね、力みたいなものがこう開花して、それをこう表に出していける、そういった、カードちゃんなんですよね。先ほどね、オラクルでロスが出てましたけれども、何か失ったりだとか、なくしたりだとかしても、あなたはちゃんとね、その空いたところに新しいものを発見したり、あるいはこう自分で気がついた、なんだろう、なくなったからこそ、こういったものがあるんだっていう気づきと嬉しさみたいなものを感じるんですね。そうなのでこれから中には人間関係もそうですし、取り組まれていることがうまくいかなかったっていう方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、でもそのことによってあなたが新しいものとの出会いやつながりができたねって、そういうことも感じます。なのでずっとね、膝を抱えてそういった状態にとどまっているあなた様ではないんですよね。A さんはこれからパッとこう手を開いてオープンになって、もっと軽やかに明るい方にね行かれるんじゃないかなということを、伝えてきてくれてます。こちらアドバイスカードなんですよね。開けてみましょう。はい、カップのエースの逆が出てます。閉ざさないでくださいということです。あなたが思っていることや大事にしているその感情、それは自分の中に閉じ込めない。開けていく、自分をこうやっぱり開いていくことが、いろんな発展の鍵になってますってことです。で、せっかくね、嬉しい出来事としてこうやって来てくれてるじゃないですか。そう。なのに、その大チャンスにあなたが自分の気持ち、それを閉ざしてしまうと、本当にもったいないですよってことなんですね。で、素敵な方がね、いらっしゃったりだとか、
近づくチャンスっていうか、なんていうのかな。心が近づけるチャンスがあったら、もうそこはね、オープンになっていただいて、見ていただくってことかな。お相手様に。あなた様の本当の気持ち、本当のあなた様、そのままのあなた様を見ていただくようになさったらいいんじゃないかなっていったことを感じました。はい。はい、ということでですね、最後にね、このアドバイスカードちゃんの、アドバイスをね、あなた様が実行した場合の、それからの、展開、ちょっとだけ覗いてみましょう。はい、カードちゃん出てきてもらったんですけれども、このね、カップのエースの逆、あなたが、心をオープンになさった時にね、その後にどんな展開ですかってちょっとだけ聞いてみようと思ったんですよ。そうしたら、はい、こちらね、ワンドのページの逆、カップのナイトの聖地、そしてワンドのナイトの逆、そしてジャッジメントが出てますね。ジャッジメント復活っていうカードでね、読まさせていただいてますけども、これ、みんな、コードカードって言って人物カードなんですけど、男性的なね、カードちゃんなんですよ。だけど、真ん中だけ、カップのナイトさんだけやっぱり、聖地ですよね。これね、やっぱり伝えてきてくれてるんですよ。これから、あなた様のところにやってこられる方、思いを持っていらっしゃいますよってことです。あるいは、あなた様が意中の方ね、接触を図られようとされているんじゃないかなというふうに伝えてきてますね。心をね、オープンにするとどんどん、この人だっていうふうに分かってくると思うんですよね。見つけられるというか。たくさんの中ね、お知り合いの方がいらっしゃったとしても、あなたにこう、思いを向けてきてくれている方が見えてくるよっていう感じがします。あとジャッジメントがあるので、もしかしたら復縁の方もいらっしゃるかもしれませんね。もうこの人とは縁がないのかなとか、自分は諦めようかなというふうに思っていた方も、その方ともう一度心を通い合わせる。そういった出来事が、やってきたり、そういった流れになってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、そういった感じがいたします。あるいは、お相手様で見ていなくても、あなた様が思いを向けているような、熱中しているもの、集中して何か、あなた様が、取り組まれてきたことに対しても、やっぱり自分はこれをやっててよかったなっていうふうに思えるような出来事が来る。そういったことにも感じますし、イエスのカード出ました。もうそうですよってことですね。はい。あなたが感じるままに、あなたがこう思いを出していく、表現していくこと、それがとても、良い展開につながっていくことは確かですと言ったことです。そう。で、あなたが、思っている、その、お相手様だったり、新しい出会い、の中で、この人、自分とすごくね、つながれるものがあるんだなっていうふうに感じたりする人と出会えたりだとか、そういったことですよね。で、リトリート。これその方はね、その方の願望でもあるんじゃないかな。あなた様とやっぱり二人で、二人の時間が欲しいだったり、二人の関係性を深めていきたいとか、その他の方々いらっしゃった中でも、ワンドのナイトさんね、例えばですよ、ワンドのナイトさんがいたりだとか、ワンドのペイちゃんがいたりだとかするかもしれないけれども、この方との関係性っていったものが発展していきたいなというふうにお互いに思うんじゃないかな。この方も多分お気持ちとしてあるともちろん思いますけれどもね。なので非常に出会いだったりだとか、あとはもうそのあなた様が A さんが思っている方との関係性が意味がとても深くなってくる。もしかしたら新しい人かもしれません。新しい人かもしれない。だけどジャッジメントが出てるんで、なんかもう一度こうよりを戻したりだとか、もう一度
この人と関係性はもうないのかなっていうふうに思ってた方との、つながりが復活する A さんの中で、そういった思いがまたね、蘇ってくるんじゃないかなっていったことなんですね。はい。で、こちらシチュエーションを聞いてみたんですね。そう。この方と出会うとか、新しいご関係性、お友達ができるとかっていうシチュエーションってどんなシチュエーションですかって。まあ、2枚ともね、逆で出たんですけれども、これ表で考えていいと思うんですよ。表で考えるというか、表で見ていいと思うんですけれども、そうです。これですね。同じカード出たんです。カップのエース。やはりあなた様が感情を素直に出せたとき、そのまま率直にね、思いを伝えられたり、あなた様が我慢しない。嬉しいときは嬉しい。この方とお話しできたら嬉しいなっていう風に伝えたりだとか、そうそう、砂漠ってお水がなくて、やっとオアシス見つけたっていう感じじゃないですか。行ったことないですけれどもね。こういうシチュエーションってなかなか、本当の砂漠はちょっとないですけれども、でもなんか、もう歩くのもね、どこまで歩ったらいいんだろう。私はすごく喉が渇いてるのに、どこで潤したらいいんだろうっていうようにもうさまよって、やっと見つけたオアシスっていう感じなんですよ。なので、まあ、あなた様が潤うことですよね。カップですから。水とカップですから、素直に欲しいなっていう思ったこと、感情ですよね。欲しいなって思う感情をお相手様に伝えたり、まず自分が思うこと、分かること、認知することですよね。自分がこういったものが欲しいんだ。お相手様とお話ししたいんだ。もっと深い関係になりたいんだとか、デート行きたいんだでもいいですけれども、そういったことをまず自分で素直に思い、そしてそれを出していける。そう。喜びの感情かな。それを出した時に変化してくる。あるいはこの方が連絡を取ってきてくれたりだとかするんじゃないかなっていったことを、感じました。はい、いかがでしたでしょうか？ A さんちょっと長くなっちゃってすいません。非常に、恋愛関係もね、ちょっと、色濃く、嬉しいことでね、出てきてくれたんで、私も嬉しくなりました。ありがとうございます。このリーディング少しいいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方で応援していただけますと励みになりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。またリーディング動画アップさせていただきますので、気になった時にでもね、また見ていただけたら嬉しいです。これからの嬉しい出来事、楽しみにしていましょう。ということで、A さん、それではまた。それでは B さん、リーディング開始いたします。よろしくお願いします。今日は、ヘキサグラムの、スプレッドといって、まあ、カードをね、置く位置をスプレッドにし、六角形の形にしようかなと思ったんですけども、ちょっと画面がね、範囲が狭いので、ちょっと変形してしまいますが、まあ、そういったね、出し方してまいりたいと思います。まずね、過去、現在、未来みたいな感じで、ざーっとね、出させていただきます。で、それから、これから、やってくる嬉しいことを、深掘っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではめくってまいりましょう。過去のところでソードの3が出てますね。現在の状態、カップの6の逆で、未来のところで、ワンドのエースの逆が出ております。はい、オラクルカードじゃあ開けさせていただきますね。今のね、テーマ的なところでデセプションが出てますね。周囲の状況を開けていきます。ペンタクルのキングさんで、あなた様現在ワンドのクイーンさんですね。はい。はい。そして、結果が、ペンタクルのナイトさんの逆になってますね。全体のこのね、印象としましては、B さんの周りの方々がちょっと気になってくるところなのかなというふうに思うんですね。過去のところで、相談さんが出てます。なんか辛かったことがあったのかな。ちょっとこれ補足を出してもいいですか？そうだなぁ。
速出します。ラバーズですね。現在の補足、このいかがですか？現在の補足、ソードの波の逆。はい。ですね、カードちゃんから伝わってくるのは、恋愛関係なのかな。あとは深いつながりの方。でもおそらくこれ恋愛関係の方がすごく多いと思うんですよ。今の状態、例えばね、B さんよりもちょっと上の方、年とか、あとは、そのコミュニティとかお仕事の場所で上司の方に当たる方、上司とか、その部署でリーダーの方とかね、なんかそういった方とのことなのかなというふうに思うんですけれども、これだとすごく特定されてしまうんですが、現在の状態では今その方との何かがあるのかなっていったことを感じるんですよね。あるいは元恋人の方、今はそうでもないかもしれない。今はごめんなさい、今ねお付き合いされてるっていう方もそうなんですけれども、過去でその恋愛関係の上で心をねすごく傷ついたことがあったり、もう思い出したくないことがあったっていうことを感じるんですけれども、いかがでしょうか。同じコミュニティとか同じ職場にいらっしゃったりとかね、学校とか同じ学校にいたりだとかしたのかな。で、現在もその傷っていうものがあまり癒えてないというか、まだあるんですよね、痛みが。これなんかすごく胸が光ってるんですけど、痛みに感じるんですよね。なので B さんが、その過去のことを今もね、胸が痛くなってることってあるんじゃないかな。全然違いますっていうことでしたら、よかったら他の選択肢ご覧いただけたら嬉しいです。はい。ちょっとね、思い当たることあるなっていう B さんでしたら、引き続きご覧ください。で、ですね、現在が、カップの6の逆、ソードの7の逆ですよね。なんか、昔のことをね、振り返らないようにしようっていう風にされてたりだとか、思い出さないようにしようとかね。あとはもう、ああいう風になるのは嫌だな、とか、同じようなシチュエーションになるのは避けていこう、みたいな感じを伝えてきてくれてるような感じなんですよ。感じって言っちゃってごめんなさい。そう。でね、これからなんですよね。ワンドのエース。あなた様行動的になかなか慣れてないよってことなんですね。でも、私はね、今回嬉しいこと。これからあなたに来る嬉しいことでリーディングしておりますので、このままじゃ終わりません。はい、終わりはしません。で、結果が、ペンタクルのナイトさんですね。そうだな、これ逆になってますよね。前に進むことを躊躇しているような感じがすごく伝わってくるんですよね。何か避けていたりだとか、誰か避けていませんか？会いたくないなとか、そういう人いませんかって言ったことなんですよね。なので、バンドのクイーンさんとペンタクルのキングさんが正位置でこれ出てるってことも、ちょっとなんか強くね、存在感をアピールしてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。そういった存在がいるっていうような感じ。なんか、例えば、この方たちのことを伝えてきてくれてるような今、インスピレーション来たんですね。B さんの状態の、カードちゃんなんですけど、それがね、すごく伝わってくるんですけれども、全然違いますっていうね、ことだったら本当に、すいません。はい。
はい、ということで、続けさせていただきますけれども、こちらね、アドバイスカードとして、取っておこうと思います。一番最後にね、あげてみようと思うんですけれども、このワンドのエース、もっと、いっぱいカード出していって、深く聞いていきます。これは何かの、メッセージだと思いますんで、あなた様に嬉しいことがやってくるんだけれども、何か障害があるのかもしれませんし、そこをね、ちょっと、見ていって、取り除いて、いけたらね、どういう風な展開になっていくのかっていったことを、出てきてもらおうと思いますので、少々お待ちください。それではお待たせいたしました。開けてまいりましょう。嬉しい出来事ですね。嬉しくなること。なんでしょう。ワンドの6。いいですね。よいしょ。ワンドのページは逆。女司祭さんの逆ですね。エンペラーさんの逆ですね。はい。そしてこちらは、コンドムカーさん。セイクレットテンプルの逆。そして、Door to Personal Healing and Happiness。調和と愛です。調和していきますかね。いいぞいいぞ。そして、嬉しくなること。プロスペリティが逆。ロマンスエンジェルオラクルカードさんは、じゃん。セパレーション。はい。そして、こちらは、ロマンティックパートナーさん出た。すごいすごいすごい。はい、こちら、アノインテッド。ディアノインテッド。はい、次。オープンアップが逆ですね。でこちらエンジェルプリズムカードちゃん。じゃん。多様性の時代。はい、ですね、こちらのね、カードちゃん、まず、ワンドの6を見ていただきたいと思うんですけども、これはあなた様が非常にバランスが取れていてですね、あなたの中で非常にバランスが取れていて、あらゆることに対しても、勝利というかね、自分が有利な結果を出せるっていったようなカードちゃんなんですよ。なので、このカードちゃんに続くこの3枚のカードなんですけども、人物カードというか、すごいね、大アルカの2枚なんですけれども、大きな、エネルギーみたいなものを感じるんですけれども、全部逆になってますよね。こちらワンドのページちゃんでこれも人物カードですけれども、これはね、女司祭さんと皇帝のカードです。なので、非常に大きなエネルギーが感じられますね。私の感覚なんですけれども、これ、あなた様の周囲にいる方々なのかなというふうに思うんですよ。だけど、その方たちがどういう状態であれ、あなた様が、非常にね、落ち着いて対処されている。なので、影響を受けてないような感じがするんですよ。はい。で、これからやってくる嬉しいことなので、いろんなトラブルとか、いろんなその人間関係のもつれだったりだとか、職場だったり、学校だったりね、あとはお知り合いの方もそうですけれども、そういったことにね、非常に落ち着いて対処できてますよって言ったことなんですよね。はい、何かがあったとしても。で、それを後押ししてくれているのが調和と愛なんです。このカードちゃんが伝えてくれるのは、あなた様の中での力ですね、調和と愛。例えばですね、いろんな方々の、トラブルの中でね、あなたが立たされたとしてもですよ、それをね、あなた、B さんがとてもね、上手に何か、こう、導いたりだとか、丸く収められるような、そういったエネルギーがあるよってことを伝えてきてくれて、それが非常に役に立つということです。はい。役に立つというか、非常にあなた様のことを助けてくれる。ご自身がご自身を助けてくれている。で、それがね、あなた様の豊かさとか、心のね、安定につながってくるといったことです。もし、なので、現状ね、何か、これですよね。ディセプション。なんか疑ってしまうような嫌な気持ちになったりだとか、実際に、
あなたがなんか嫌なことをされている、B さんが嫌な気持ちになるようなことをされていらっしゃる場合は、その方たちとのご関係性に対しては、心のバランスを保っていらっしゃるので、冷静にね、対処できてるよっていったことですね。あとは、そういったことがなかったとしても、実際そういったことがなかったとしてもですね、心の平安が訪れるよっていったことを感じます。伝えてきてくれているのはそういうことなんじゃないかなというふうに思うんですね。セクレット、テンプル。これはあなた様が精神性のところで安心したりだとか、心の充足をできるような精神性の世界での場所のことなんですよ。避難所であったりだとかもするかもしれませんね。心が避難できるところ。そこに対しての場所。今、そこへのアクセスってなかなかできていない状態でも、これからね、そのバランスが取れていくことによって、精神性が安定してくるっていったことも伝えてきていますので、その避難場所にね、あなたが行けるようになるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとイメージしていただくといいのかな。そうですね。こちら、プロスペリティ。で、こちらなんですけども、ローズオラクルちゃん、The Anointed。これね、よかったっけ。はい、このカードは、油を注がれたもの、呼びかけに応えます。リーダーシップ、自立促進、魂のギフトっていう意味のカードです。で、あなた、B さんが油を注がれたものということで、これはね、ローズオイルは昔から秘宝を授けられた人に塗るために用いられてきましたと。なので、選ばれし者的なところがあるんですよ。で、ご自身の中での力にあなた様がまだ気づいていらっしゃらないんじゃないかなというふうなことなんですけれども、これからね、リーダーシップを実は取られるようになってくると思われます。先に立って前に進むためにどのように呼びかけられますかっていう問いかけがあるので、あなた様がそのようにご自身に、問いかけて答えがね、出てくるような感じなんですよ。これもそうなんですけれども、まだね、自分の中で守りを固めてしまってて、自分の力を発揮していないような状態が、感じられます。だけれども、なぜかというと、それはあなた様の中にあるからなんです。もう実際にね、今あなた様、B さんの中にある力が存在するからこそ、出てきてくれてるカードちゃんです。それを伝えてきてくれてるんですね。なので、そういったことがあなた様から発揮される、調和と愛の力です。だから、周りの方をも、平穏にね、導かれるような、あなたの力が発揮目覚めるような流れがこれから、プレゼントとして届けられるよということです。これは、この先ね、ずっと、あなた様を、守り、支えてくれるものとして、開花するきっかけですよね。はい。で、多様性の時代なんですよね。いろんな方が多分いらっしゃるのかもしれないんですよ。かもしれないんですよっていうか、B さんの周囲の方にね、たくさんのいろんな方が、異なる性質の方がいらっしゃった場合でも、そういったことに対処できるあなた様の、エナジーというか、そういった、なんていうのかな、力ですね。そういったものが、発揮できるような流れになってくると思います。今ちょっとね、辛いなっていう、B さんであっても、これ、解決というか、好転していきますので、あなた様がとにかく優位ですよ。何かあったとしてもね。はい。で、こちら、繁栄とか、成功とか、もうなんかすごくね、キラキラした道の先に素敵なお城ありますけれども、あなた様がね、諦めない限りは、
その道は続いていきますし、辿っていけるよってことなんです。だから諦めちゃいけないよっていったことをね、感じるんですね。そうそう。もうね、ここまで行けるね。私は行けないんじゃないか。こんな素敵なお城まで行けないかなっていうふうに諦めそうな時があったとしても、諦めないでくださいって言ったこと。そう。なので、持続していくよっていうことです。で、こちらですね。大注目ですよね、これ。私ちょっとびっくりしました。セパレーションと、あとはロマンティックパートナーのカードちゃんが出てます。とてもね、メッセージ性強いと思うんですよ。うん。一つはですね、これ、もうちょっと、カードちゃん引いていきたいなというふうに思うんです。恋愛でね、見てらっしゃる方ももちろん多くいらっしゃると思うんですけれども、過去のところでラバーズとソードンさんが出てて、恋愛関係について、対しての辛いことがあった。ちょっとトラウマ的な人もいらっしゃるかな。なのでね、今思い出さないようにしているっていうふうにね、伝えてきてくれてたんですけれども、あなたが、離れている方、離れさせられちゃったっていうかね、そういった、お相手さんが、これまた出てきてくれるんじゃないかな。あるいは新しいパートナーさんかもしれませんけれども、ワンドのエースがね、逆になってるあなた様。これ未来のところなんですけど、これ変えていきたいんですよ、私。すごい余計なお世話かもしれないですけれども、もったいないじゃないですか。ね、ロマンティックパートナーさん出てきてくれてますよ。ちょっともうちょっとここら辺引いていっていいですか？これ、お相手様のお気持ち。はい。ね、これからね、出会われる方もいらっしゃると思うんですけれども、しっかりロマンティックパートナーさん出てきてますので、2の4の6。レッドゴーオブコントロールイシュー。コントロールするのを手放しましょうですよね。これ同じようなことですよね。なんか2枚出てきた。pay attention to the red flags 赤い旗に気をつけてってことって何か気にしなきゃいけない、気をつけなきゃいけないことがあったんだってことなんですよ。それは、ご事情があるんでね、例えば周りの方に知られないようにしていたとか、隠さなければいけなかったとか、何か誤解があったとかね、違うものに気を取られていたって言ったような感じもしますね。これお相手様なんじゃないかな。何か誤解があった、あるいは何かの過ちがあった、そう。で、もう一枚がハネムーンのカード出てますね。そうなんだ。なので、ちょっと出していいですか？これね、どういうことなんだろう。どのカードちゃんで出てきてもらっていいですか？教えてください。こっち。このカードちゃんじゃなくて、こっちね。はい。よいしょ。2、4、6。詳しく教えてください。運命の時。逆ですね。2、4、6。ペンタクルの国。もう一枚もらっていいですか？エンプレス。もう一枚もらっていい？カップのエース。はい、わかりました。これね、やはり何かね、その人のシチュエーションっていうのがあると思うんですけれども、お相手様は、やっぱりね、タイミングじゃなかったんだっていうことを伝えてきてくれてて、
そうですね。その時じゃなかったんだよねって。でも、あなたへの思いっていうのは、すごいあるんですよ。大好きだし、もう本当に素敵な人だなというふうに思っているんだけれども、思いをね、伝えられなかったんですって。素直に、そのままね、思いを伝えてしまうと、良くない状態だったんだっていうことは、伝えてきてくれてますね。その時じゃなかったって。動かせなかったって言ったこと。でも、そう、あなた様のことを思ってはいましたっていうことなんですよね。だからその方が望んでいるのは、ちょっとね、時間がかかってしまうかもしれないけれども、たとえね、距離があったとしても、いつかは二人で、このようにね、そう、二人の時間を過ごす、二人でどこか行ったりだとか、二人の関係を充実させていきたいとは思っているんだよって言ったことを伝えてきてくれてるんですよね。そう、なので、ゆっくりゆっくりなんですよね。これもそうだけど、ペンタクルのナイトさん。ただでさえ慎重で、ただでさえゆっくりなんですけれども、そう、この方か、あなた様か、ちょっと難しいところなんですけども、お二人の関係なのかな。そう、それがね、やっぱりゆっくりゆっくりになってしまっているんですよね。そうか。でも、思いはすごくありますよ。あなた様へのことを思ってるってこと。それは、パートナーさんに聞いてみて、出してくれたカードちゃんたちです。はい。距離があるのかな。この方、違う方なのかな。もうちょっと聞いてもいいですか？ロマンティックパートナーさんの補足ください。2、4、6。自分を愛する。どういうこと？自分を愛する。Love yourself。もう一枚出しますね。今よりもっと良い状態になりますよってことですね。わかった。なるほど。はいはいはい。健康的な関係性ですね。健全なっていう感じかな。もう一枚出していいですか？今よりもシチュエーション環境良くなりますということです。はい。そうね。ちょっとね、恋愛の方の、カードちゃんいっぱい出しちゃったんですけれども、すいません。バンドネス。はい、B さんね、これからやってくる嬉しいこと、もうズバリなんですけれども、時間がね、少しかかってしまうんですけれども、お相手様とのご関係性は、ちょっと長期的に見ていただければ、流れがね、変わってくるっていうことなんですよ。で、環境が良くなるカードじゃん。あとこれ、今よりももっと良くなるっていうようなカードじゃん。なんですよ。なので、これからっていうような、ことを、出してきてくれてます。あなたへの思いがあるんだけれども、思いが伝えることがすごく困難な状態なのかな。この方にとってはね。なので、それまで自分を愛するようにしていてくださいっていったようなメッセージを私は感じています。健康でいること、元気でいること、そして、二人の関係性も健全であること。それがとてもね、キーポイントだと思います。何か感じるところありますか ?B さん。ね。ちょっとね、思いを伝えるにも難しい、環境なのかな。例えば同じ職場だったりだとかね、社内恋愛禁止とかなのかな。そういうところ今ありますかあとは、
パートナーさんが別にいたりだとかする方もいらっしゃるかもしれませんよね。そっか。あとはなんかすれ違い、誤解っていったことも感じるんですよね。もう少し時間が過ぎると、そういったことが明らかになってくるかもしれませんし、何か違うものにね、引っ張られている感じがするんだよな。で、そっちの人のことを、もう人って言っちゃいましたね、今ね。そっちの関連性の、ことをね、優先して今しなきゃいけないとか、片付けなきゃいけない問題があるとか、なんかそういったことを感じるんですよ、お相手様にね。そう。新しい出会いかなというふうに思ったんですけど、これ、そうじゃないような感じがするんだよな。もしね、新しい、パートナーさんが欲しいなとかっていう方でしたら、そうだな。そうね、ちょっと待ってくださいね。パートナーさん今いなくて、新しいパートナーさんが欲しいっていう方に向けての何か展開ってありますかね？どなたに聞いたらいい？よっ。何？出てきたんですけど。第6チャクラ、アークエンジェルメタトロンさんですね。はーい。直感かな？感覚的にわかるよ。2の C の6は、ディシート。疑い？何？新しいパートナーさんが欲しいなとか、今いないから出会いが欲しいなって言った方？嬉しくなる出来事とか、メッセージください。何か。2の C の6。よっ。ドラツーバリューの逆。なんかちょっとね、はっきりしてくれないですね。ぼんやりしてますね。なんだろう。難しいよ、これ。長くなっちゃう。2の C の6。ごめんなさい、長くなっちゃうね。エンジェル・オブ・ラブ。どういうことこれ。今ね、お相手様いない、好きな方いないとか、あとこれから出会いが欲しいという方に向けてのメッセージとしてお願いしますという感じで出てきてもらったんですけれども、これ、愛の天使さんですよね。と、第6チャクラの、天使さん。これはもうなんか直感だな。お金とか、そっか。そのなんか嫉妬とか妬みとか恨みとか、なんかそういったことに関連してるな。なんだろうこれ。難しくない？ちょっともうちょっと、私バカなんでもう少し詳しく教えて。どういうこと？すいません、リーディング力が未熟でごめんなさい。ちょっと出してもらいます。そんな時はね、いっぱい出してもらいますから。これだ。よかったですね。これいいよ。なんかそのお金とか、なんかそういう人への嫌な気持ちみたいなものっていうものが、打ち消されるっていうことなんだね。そこを飛び越えてお相手様と出会えるよって。わかりました。なるほど。そういった今までの、いろんな感情のもつれ、感情のもつれや葛藤や、辛かったこととか、それが、それがあったのも、全部こう、プラスにできるって言った感じかな。やっとそこを乗り越えて出会いがあるよっていうことです。とてもいい人と出会えますっていうことです。でしか私には感じられないな。この二つで挟んでますからね。強烈じゃないですか。だって、愛でしょ？愛の天使だし、第6チャクラだし。そう。だから、いろんなことあったけど、出会いはあるってことです。
出会いはあるし、諦めるなっていう風に私は感じます。繋がれるし、素敵な人とパートナーになれるよって。素晴らしいじゃないですか。びっくりした。最初何かわかんないと思ったけど、そうそう、そんなこともね、忘れてもいいし、それがあったから今がある。うん。そういった過去の辛いことあったから、今のあなた様がとても素敵で、そういう人と、素敵な人と引き寄せ合えるんだよっていったことを伝えてきてくれてますので。そうそう、だからロマンティックパートナー、まあ、嬉しい出来事としてこれから、やってくる、そう、出会いがあるよってことを伝えてきてくれてますね。なんか江ノ島って感じはしませんね。どっか、観光地とかでもそうですね。あとお出かけ先とかでもそうだけど、なんか趣味が一緒。なんか話してて、ここ行きたいねとか、こういうの好きなんだよとか、なんかすごく気が合う話ができる人。そういったことがサインかな。第6チャクラだからね。見えないものを、こう、あなたは感じますね。そう、愛を感じる。この人すごく愛がいっぱいある人だなとか、自分とすごく気が合うなとか、あとはね、あなたに合わせてくれる人だね。あなたに何か行きたいところをこう聞いて連れてってくれるような人、素敵だなっていうふうに思ったりとかするんじゃないかなっていうことを感じます。なので、これからね、未来、あなたがね、ワンドのエースが逆になってますね。はい、アドバイスカードいきます。いきます。じゃん。ペンタクルのページさんですね。なんかくしゃみです。これが、あなたに、B さんに届けられているアドバイスカードなんですけれども、ペンタクルのページさんって、ページさんってね、割とね、子供の部分がすごくいっぱいあって、フレッシュな感じなんですよ。そう、なので、あなたが、同じところで、とどまるよりも、常にフレッシュな、新鮮なね、気持ちでいたら良いかな、というふうなのと、あとは専門性ですね。何かね、自分の打ち込めるようなこととかを、極めていく。そういったこともいいかもしれない。なんかそういったつながりで新しい出会いとか新しい出来事が新たな風でやってくるんじゃないかなというふうに思います。ペンタクルは、あと物質とかお金のところも指しているんですけれども、お仕事とかね、そういった、チャレンジですよね。新しいものを始めていくっていったことも良いかなというふうに思いますね。なのでね、行動的になるってなかなか難しいかもしれないんですけれども、行動って言ったよりも、何か打ち込めるものですね。キャリアとか、キャリアアップとかね、スキルを高めていくとか、なんかそういったことから開けていくんじゃないかなというふうに思います。いきなりね、行動してくださいって言われてもなかなか難しいと思うんですよ。私もね、そういうふうに言われてもちょっとなっていうふうに思いますし、何をしたらいいんだろうというふうに思いますけれども、はい、そうじゃなくてご自身の中の、何かを高めていく、そういったことをこれからされていくと、開けてくるんじゃないかなというふうな、感覚を得られました。はい。ということでですね、いかがでしたでしょうか。もう一枚引きます？アドバイス。なんか、ごめんなさい。どうでしょうね、アドバイス。もう一枚だけちょっともらってもいいですか？何ちゃんがいいですか？アドバイス。こちらですね。はい。わかりました。はい。今、妖精ちゃんのオラクルカードから、私ですっていうふうに、何か感じました。アドバイスお願いします。アドバイス。はい。2の C の6。じゃーん。レッティングを。はい。レッティングをもう本当に手放した。そして受け取ってくださいっていうようなね、感じですね。あなたはもう手放していいものはもうどんどん手放して、そこに入ってくるものをどんどん受け取ってください。ということです。なのでこちらともね、関連していきますけれども、古くなった情報とか、古くなった、何かっていったものはもうどんどん手放していって、新しいものをどんどん掴もうとして行かれてください。そうすると、新しい展開が開きやすいっていったことを届け
やすい、あなたに出来事を届けやすくなりますよといったことを、感じました。はい。ということで、B さん、ご視聴どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。もし、このリーディング、ちょっとでもいいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方をね、押していただけたら、とても励みになりますので、そちらの方もどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、今後のね、展開すごくね、ちょっと恋愛関係の方が多くなってしまったんですけれども、B さんの心がまず強くなって安定していかれるんじゃないかなというふうに思いますので、そういった展開、私もね、願っております。どうぞ、お体お気をつけてお過ごしください。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。B さん、それではまた。それでは C さんのリーディング開始いたします。よろしくお願いいたします。本日はですね、まず、ヘキサグラムっていうね、スプレッドといって、カードちゃんの出し方、置く位置があるんですけども、その形でやっていこうかなというふうに思いますが、面積が狭いので、ちょっと変形してしまいます。はい。で、現在、過去、未来みたいなところから、これから、起こる嬉しい出来事を、もっとね、掘っていきたいと思いますので、はい。それでは参ります。はい、それではめくってまいりたいと思います。過去のところで、ワンドのページちゃんが出てます。現在が、カップの7の逆。はい、そして、これから、カップのナイトの逆が出てますね。現在の周囲お相手様、ソードのクイーンさん、逆、現在あなた様の状態、ワンドの4の逆。はい、で、結果のとこ出しますね。ペンタクルの5が逆。ごめんなさい。ペンタクルの5の逆ですね。オラクルカードちゃん、現在のテーマとなっていること。ハッピーサクセス。はい。でね、あと、ジャンプカードでソードの7が出てますね。はい、ですね。全体的なところから感じることは、あなた様の現状、そしてこれから、今、ご自身でどういう風になっていきたいかっていったことがテーマなのかなというふうに思うんですよね。これからのあなた様なんですよね。でね、こちらなんですけども、ハッピーサクセスのカードちゃんがテーマです。結果としてペンタクルの5が逆なんですよ。これね、ペンタクルの5って正位置だと、もうなんか失われた、感覚、もう迷い、そして、どちらに行けば光が、見えるのかとか、そういったことがもうわからないような状態。絵でもわかると思うんですけれども、そこに鍵があるのに、見えてない状態ですよね。自分からも閉ざしちゃってるんですよ。もうダメだって諦めちゃったりだとかね。なんかそういったようなちょっと辛い状態ですけど、これが逆になってます。ということは、こういった状態からもう抜け出していこうっていったような、そこがね、大きく、テーマとなっているのかなというふうに思うんですよ。最近ね、C さんに起きた出来事としては、過去でワンダのページちゃんが出てます。新しいことをね、何かワクワクしてお始めになられたりだとか、取り組まれていたことがあったんじゃないかな。何かの始まりとか、あと環境が変わって、心機一転何かしようとしていたとかね、なんかそういったことがあったんじゃないかなと思うんですよね。そう。なんですけれども、結果としては、何かね、やっぱり何か得られてないような実感がなかったりだとか、結果がなかなか出せなかったりだとか、こんなんじゃなかったのになっていったこともあるのかなというような感じもします。なぜならば、このバンドの4が逆なんですよね。これ逆でも、ハピネス的な感じはするんですよね。自分が満たされている時間だったり、嬉しい時間だったりだとかをね、取れてるよとか、なんかそういったことを考えてるよとかね、あるいは。そこに、ご自身が満足して嬉しい、良い状態に、なっていくにはどうするかとかね、なんかそういったことが考えたりだとかテーマになってきてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。現状ね、悪い感じはないんですけどね、ただ、周囲の状態で見るならば、ソードのクイズの逆ですよね。どなたかね、あなた様に影響力がある方で、
その方とのコミュニケーションがうまくいかないとか、ちょっと気難しい方がいらっしゃったりとかしますか？なんかちょっとうまくこう、人間関係を結べないような方がいらっしゃるとかね。すいません、今日ね、これ血まめができちゃってて、指先ゴミついてんじゃんっていう風に思っちゃうかもしれないんですけれども、血まめがやっと良くなってきたんですよ。はい、私、この前ちょっと、なんていうのかな、バカなことしちゃいましてね。あんまりこれは言えないけど、ちょっと危険なことがあったんですけれどもね、血まめテースで済んでよかったなと思って、はい、すいません。やっと治ってきたんですけれども、A さんと B さんに説明するの忘れちゃった。この人ゴミついてんじゃんと思われちゃったかな。すいません。余計なお話ししちゃいましたけども。はい。まあそういうような感じなんですね。違いますね。全然こういう関係じゃないです。環境じゃないですっていう C さんでしたら、もしよかったら違う、選択肢の方を見ていただけたら嬉しいです。はい。ね、ちょっとなんかそんな感じっていう C さんでしたらお付き合いくださいませ。はい。ということで、まあ、ソードのね、7のカードがジャンプで出てます。ジャンピングカードで。だから、なので、なんていうのかな、なんか表立ってこう、パッとしないような状態なのかなっていう感じがしますよね。何かするでも、やっぱ表にね、出しちゃいけないことがあるのかな、何か。あなたはでも現在迷いが取れてます。そう。だから、なので、ご自身がこう進行方向としてどうやったらこうハッピーになれるのか、ハピネスになれるのかなっていったようなことをひっそりと作戦とか立ててたりだとかね、そう想像していたりだとか、そうですね、そういった流れなのかな。未来のところでカップのナイスさん逆なんですよね。そっか。まあということで、まあごめんなさい。ちょっとね、よくわかんないですよね。補足出しましょう。補足ね。ソードのクイーンさんの補足ください。ソードのクイーンさんの逆の補足。2の、4の、そうか。ジャスティスだな中には、ちょっと法的な、手続きをなさっていらっしゃる方がいらっしゃる。法的な争いとかっていうようなこともあるんですよ。雰囲気としては、例えば、元奥さんとかね、現奥さんかもしれないですけれども、そうね。あとは女性ですよね。女性との関係性、何かこう、揉めてるというか、法的なね、何かが絡んできているような。そう。あとはまあ、裏表。この人の本質的なところが違う。そこをなんか、知ってしまったとかね。あなた様が、C さんが、例えば職場でね、ちょっとうまく仲良くなれない人がいて、その人の正体を知ってしまったとか。なのであなたが表立っては言えないし、行動あまりできない。で、そういった環境の中で、ご自身がちょっと迷っていたことも決断する時がやってきたみたいな感じなんじゃないんでしょうかね。補足もらいますね。もう一枚もらっていいですか？すいませんね、ごめんなさい。カップの7の補足ください。2、4、6。カップのキングさんが逆ですね。なんか、A さんも B さんもそうだったんですけど、C さんもちょっと恋愛関係な感じがしてきましたね、これ。迷いが晴れてるんだよな。これ、お相手様とか、まあ、恋愛関係じゃなかったら、その職場で上司の方とか、あとは自分より上の方、お父さんとかもそうかもしれないけれども、自分よりちょっと年上の方とかね、なんかそういった方を対象に何かの決断をしている、何か迷いを取れてる。
分からなかったことが分かってきたですね。何が分かったんでしょうか。この人との関係性をこれからどうしたいかとか、そういった自分の気持ち、あとはその幻想みたいなところがだんだんこう消去法で取れてきて、だいたいこんな感じっていったものがあるのかな。イメージですね。そうだな。なんかやっぱりみんなに知られないようになさってきている方なのかな。そうですね。ただ未来のところでカップのナイトさん、ごめんなさい。カップのナイトさんの逆なんですよね。これがどういうことなのかっていったことも掘りつつ、今後嬉しい出来事、どんなことが来るのかを出させていただけたらと思います。かずちゃん、いっぱい出していきたいです。はい。少々お待ちください。はい、それでは開けてまいりたいと思います。これから嬉しくなる出来事ですね。ワンドの2が逆。はい。でワンドの6逆。そして、ワンドの5が逆。はい。カップのクイーンさん逆ですね。そして、ソードのエースが逆。そして、コントロールしないというカードちゃんと、エナジーさんがアタッチメント。はい。そして、カレッジが出ましたね。こちら、エナスピさんは、エナジアンスピリットワークさん、アークエンジェル・ラギュアルさんですね。ジャスティス出ましたね。ハーモニー、ソリューション。ロマンセンジェル・オラクルカーさん。じゃん、リトリート。そして、こちら、ヨセさんのカード、Follow Your Dreams。夢眠りそして、じゃーんと、ローズスレッドさんですね。あと、マニフェスト。エンジェルプリズムさんからは、困難を克服する。よかった。もうすべてこれ、一番最後もうなんか全部総括して困難を克服しますってことなんで、そうですね。今ね、困難さを感じていることについては、このあたりでこう、伝えてきてくれてるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、なんか自分の、実感がなかなか伴わないような結果が出てしまう。で、行きたい方向になかなか行けない。舵が切れない。そう。なので自分の思いをすごくね、閉じ込めているような感じがすごくありますよね。ワンドの2。先行きがちょっともうわからないし、自分が求めているものもなんかよくわからないといったような状況が、そういうことだとすると、やっぱりなかなか、行動ができないし、考えもはっきりしないし、決めることもできないよねっていったことを伝えてきてくれてますけれども、でも、カレッジ。自信を持って何か決断してる感じがしますね。エンチャンテッドソウルさんかな。ちょっとこの辺の補足いただいていいですか。上段の補足。はい。カップの8か。はい。なるほど。あなたが手放して進む方向はとてもあなたが強くなってますってことを伝えてきてくれてますね。その方向へ行けますよってことです。なんか自分が抑えてしまえば丸く収まればいいやっていう感じなんですよね。自分のその欲求っていったものを、欲求ってね、ごめんなさい。自分の感情ですね。受けたもの、影響を及ぼされたというような、そういった何か、
訴えみたいなものもせずにね、あなた様はいつも矛を収めちゃうんですよねって。だけど、そういった状態っていうものから、あなたはもう外れていきますよってこと。で、進んでいく道は、あなたがすごくね、自信を持って強くなってます。なので、自分で決断して手放すこと。切り離すこと。切り離すですね。切り離すことができます。それがすごいあなた様の中で、勇者ですよ。自分がすごくね、勇敢になっている、お姿。それが定着してくるんですね。あなた様の中で。なので、これからね、おすすめになっていく方向は、自分で決断できるから、迷いがないからこそ、しっかりと歩んでいけるんだって言ったことを伝えてきてくれてるんじゃないかな。コントロールしないっていう言葉もコントロールされないんですね。そう、C さんがもうコントロールされないような方向へおすすめになられます。で、嬉しくなる出来事なので、もうちょっと聞いてみていいですか？出来事として何が起きるの？はい、2、4、6。コインの2。コインの2。バランスをとって、両方のものを、両手に持ってるものをうまくできるよ。2つのことを上手にできる。もう1枚ください。2、4。嬉しくなることですよ。タワー。本当にご自身の中での改革が行われるそうです。ご自身の中でのもう心機一転なことが行われるんですけれども、行われるというかやってくるんですけれども、大丈夫ですよ。それはあなたは、被害被らないような状態なんですよ。あなたはうまくね、その間を取り持つというか、二つの何かがわーってなってたとしても、バランス取って、涼しい顔でいられるよって。そうそう。だから大丈夫なんだけど、そういった状況の中でも、何を切り離していくかってことですよね。ちょっと聞いていきたいかな。何を切り離すの？アタッチメントの補足ください。嬉しくなる出来事。2、4、6。これはワンドの6の逆。弱気な自分ですね。勝てないというふうに思ってた自分。それを手放します。手放すというか切り離しますね。よいしょ。自由になるって感じ？2の4の6。コインの7。これまでの関係性ですね。これまでの関係性やこれまでの実績って、あなたがいまいち自分で、納得してないし、自分が、なんていうのかな、勝ち得ているものっていうふうに自信が持てないんですよ。だけど、そうですね。でも変わりますって。状態っていうよりも、あなたの気持ち、心持ちが変わる？そうなんだ。ごめんなさい。そうか。その困難さを克服するっていうのがもうすべてのこの流れを包むというかね。総称なんじゃないかなというふうに思うんで、マニフェストですので、高らかにも宣言する。マジシャンでもあるんですよ、これ。具現化していくパワーを、いよいよ箱から出して、あなたが取り出す。あなた自身が、作り出していけることがわかるんだよってことなんですね。そういったことが起きますね。周りに何かね、ざわざわするようなことがあったとしても、すごく、お仕事がいっぱい入っちゃって、あっちもこっちもやんなきゃいけないような状態になったとしても、あなたはそれをうまく乗り越えていく、乗りこなせていきますんで、その時にね、自分がやれるんだとかね、私はもっと
勝ちにこだわっていいとか、自分にはその力があるとか、そういった風に、自分を肯定することができることによって、あなたの内面性がまずは変わりますね。そう。なので、いろんなもののその、コントロールっていうのは、自分の力が及ばないとかね。まあ全然そこまで私は、レベルないです。そういった力ないです。みたいなところから解放されますよってことです。そう。なので、もっともっと強くなっています。強く、これからあなたは成長していってますね。そう。そういったことが、あなたの中で実感できます。変化します。そして、エアクエンジェル・ラギエルさんは、ジャスティス・ハーモニー・ソリューションズですよね。やっぱりこの天秤を持ってますよね。上手なバランス感覚、それがもっともっと、強くなります。あと、ジャスティスですから、正義が勝つ、正しさが勝つみたいな感じで、あなたの中で確信が出てくる。強く確信できる、心の強さ、そういう風にしっかりしていくよってことを、伝えてきてくれてるんじゃないかな。はい。今ね、現時点ではハッピーサクセスなので、ハッピーな成功ですよね。そこに向けてあなたはもっともっとね、精神性も変わってくるし、強くなってきますよってことですね。follow your dreams。夢に見たことが現実になってくるんじゃないかな。あなたはね、守られていますよって言ったことも感じますので、これからね、どんどん夢を見てください。夢を見て、その夢のインスピレーションもあるかもしれないですけれどもね、夢からも助けてもらえるかもしれない。眠りの時間とか眠っている間の、作戦を立てている。魂のふるさとにね、帰って、その魂の、古くからのハイヤーセルフだったりだとか、つながりのある魂ね、そういった方との、なんかヒントみたいなものをもらったりだとかしてるんじゃないかな。そうあとは、夢見ることですね。今後どうなっていきたいか。やっぱりそこが鍵なのかな。ハッピーサクセスなんで。今後どうなりたいか。そこを、しっかりと、認識して進んでいかれますということと、今ね、あらゆる困難さっていったものはもう解消して、あなたの力で克服していくことができるよってことですね。ローズ。はい、こちらのカードちゃん、ローズスプレッド、バラの糸、内なる呼びかけ、魂に導かれます。神秘主義者、勇気を持っていきますですね。やっぱりこのあたり関連してますね。すごく勇敢なあなた様にさらなる成長をされてます。そうですね、いろいろなことがはっきりしない気がするときでさえ、実際本当にはっきりしないときでも、私は常に自分の内から導かれていることを信じますというね。そうか。信じる人は大いなる見返りを見出します。やはりその夢を見て、夢を叶えられている自分を信じたりだとか、直感をね、大事にして、それに従って生きるとか、その直感力ですよね。そういったなんか精神性の強さみたいなものが、ダーッとこう出てきてますよね。なんか今までこうちょっと弱気になっちゃったりだとか、勝てる気がしないなとかね、なんかそういうふにゃふにゃしているものが、こうがっつりとね、鎧みたいな感じで、強くこう前にこう打ち出していけるように。で、もうこれじゃないなと思ったら、多分もうスパッとこう切り替えて、次の方に、次の気持ちに、新しい気持ちになろうとか、なんかそういった切り替えがね、もっと強くできるようになってきてますね。そうやってあなたは多分、いろんなものをこれから具現化していく、そういった実感ができるよってこと。何か少しずつ叶ってくると思うんですよ。小さなことでもそうですけれども、小さなことでも、1個、2個、3個、4個って、なんか具現化できる。こういう風になったらいいなって言ったことができるようになったとかね。ご自身が作りたいものを作り出していたりだとか、その積み重ねがこれからね、どんどん重なっていくような気がします。そう。これね、
コインの7なんですよ。確かにこれまでやってきたこともあるんですけれども、これからも収穫を得るようになってくる。うん。で、もっと収穫を得ようというふうにあなたも、強気になれるんじゃないかな。そう。なんかちょっと、あれですね。なんか克服する。カップのナイトさんが逆で未来が出てたんですよね。これがちょっと何かなって言ったことなんですよ。リトリートのカードも、出ました。ジャスティスか。わかりました。これね、カップのナイトさんって気持ちを伝えたいっていうような、時にね、出てきてくれるカードちゃんでもありますよね。これはお相手様、向こうからそういう風に、来てくれるような、雰囲気も出てるんですよ。だけどそれが逆ですね。気持ちをこう出したりすることが、なんでできないんだろうとか、なんでしないんだろうっていったことが感じられるんですよね。もうちょっとこの辺出してもいいですか？補足ね。Ask your angels。天使に聞いてみて。これはもう自分自身に問いかけるでもいいかなと思いますね。ハイヤーセルスだとかね。自分の魂に聞いてみる。You're ready。準備 OK なんじゃないのってことですね。なるほど。あなたは、あなたが準備がすごくできてるよねってこと。ご自身でもそれはわかるでしょって感じですよね。受け取ることをしなさいなのかな。ちょっと難しいですね。難しい。これから嬉しくなること、もっとちょっと詳しく聞かせてください。はい、嬉しくなること。これから嬉しくなること。はい。ワールド。ワールド。大きいですね、なんかね。ちょっと、規模が大きくなってきちゃったね。なんだろう。カップのナイトさんの逆のことをもうちょっとわかりやすく伝えてほしいんだよね。グレーターチェームの逆。そうだね。そっか。まあ、恋愛でね、見ている、方にとってなんですけれども、パートナーさんになる人とか、今パートナーさんでいらっしゃる方との、やっぱりそういった、これお食事とかお祝いの席だと思うんですよ。なんか嬉しくなるようなお二人の、デートとかね、お時間っていったものに対して、もう準備ができてるよねってことなんですよね。行きましょうって。気持ちを素直にやっぱり出して、受け取る二人の時間っていったものを楽しみましょうって。あんまりなんか、いっぱい聞いてもっていうかなんだろう。天使さんとか自分にじゃなくて、これお相手様とお話ししましょうってことなんじゃないかな。はい。そんな気がしますけれども。もう準備 OK だよねって。次の段階に進むなら進みましょうって感じなんじゃないかしら。あとは最近二人でね、どこか行く時がなかった。行くチャンスなかったっていう場合は、行きましょうって。お誘いが来るんじゃないでしょうかね。
ことですね。聞いてみなっていうわけですね。聞いてみましょうよって。もしかしたら、そこから広がっていくチャンスめっちゃあるんじゃないでしょうか。そうそう、あなたは準備がもうできてるでしょって。なので、あなたから今度聞いてみたらいかがですか？お相手様に、みたいな感じかな。ワールドって何でしょうこれ。ワールドって何これ。わからない。ちょっと、もうちょっと聞かせてもらっていいですか？そうだね。お相手様ももしかしたら誘いづらいのかもしれないよね。なんで誘いづらいのかな？よいしょ。あ、調和と愛ですね。調和してくるんだ。そう。C さんには、この、お相手様がね、もしいらっしゃったら、その人との関係性を、ちょっとリードしていく、ことが、必要かもしれないけど、でもそうすることによって、二人のお時間取れるよっていうことなんじゃないかな。はい。そういうふうに感じます。2の C の6。見えない結束、ほら、ね。見えづらいんですよ。多分、この方はなかなかこう、自分から来てくれない方なんじゃないでしょうか。そう、なので、ちょっとね、待ってると、待ってると、こうなんか地球がこう回っちゃうというか、時間こう経っちゃうような感じがするんで、ご自身で、もう、ごめんなさい、暗くなっちゃったかな。そう、あなたからちょっと声かけてみてもいいんじゃないのって感じですね。そうすると、見えない結束だから、確認をしたらいいんじゃないかな。お相手様とのお時間を取るようになると思うんで、その時に、この結束、やっぱり繋がっているとか、絆ね。そう、絆があるんだよっていったことを、こう、感じられるんじゃないかな。嬉しい出来事、こういう風にね、やってくるんだよっていうことをね、伝えてきてくれてますね。そう。天使さんに聞くっていうよりも、お相手様に聞いてみたらいいんじゃないでしょうかねってことです。声かけをね、してみましょう。もう一枚もらっていいですか？そう、見えない結束。それを確認し合えるんじゃないでしょうかね。はい。距離ありますからね。2の C の、淑女。あなたはやっぱり素敵な人ですってことを伝えてきてくれてます。なのでちょっとね、C さんリーダーシップ取る形にはなるかもしれないんですけれども、でも、魅力的なあなた様だし、ずっとね、この方のことを、なんていうのかな、おしとやかにこう、慕っている、そういった方なんじゃないかな。派手にこう、働きかけるっていうよりも、待ちの姿勢だけではないんですよね。そう。適切なタイミングで、私に何ができるだろうっていうふうに、そういうね、なんていうのかな、穏やかさを持ちながらも、しっかりとした愛情でね、この方のことをこう愛していらっしゃったような感じがいたしますし、あるいはそういうタイプなんでしょうかね、C さんは。なので、お相手様がいらっしゃる方は、距離があるとは思うんですよね、これね。その距離感をこう縮めていけるような、動きをなさると発展していけるんじゃないかなというふうに思いますね。準備 OK ですよってことですかね。デスクって言ってた。準備がもうできてますよって言ったことです。はい。嬉しくなる出来事で聞いております。この方は、なかなか思いをね、秘めちゃってるんですね、きっとね。なるほど。なので、こういう展開かなっていったような、はい、流れをね、伝えてきてくれてます。はい。アドバイスカード開けさせていただきます。ペンタクルのクイーンさんですね。やっぱ素敵。なんかね、もう、なんていうのかな。似てませんか？このスタイルとかね。ペンタクルのクイーンさんって、本当にね、自分の豊かさ、頑張ってこう、身につけてきた何か自分の力とかね、そういったものをこう、誰かに使えるように、
どなたかのお役に立てるようにといったような奉仕の精神を持ちながらも、いろんなことで気づきながら、旦那様を支えていくような、キングさんを支えていくような、そういった本当に魅力的な方で、モテます。そう。なので、あなたはその C さんは、男性でもそうですけれども、そういったご自身の気が利いたりだとか、女性性の素敵なところを、もっとご自覚なさって発揮されてはいかがでしょうかっていったようなことを私は、アドバイスとして感じました。はい。いかがでしょうかね、なんか本当似たようなヘアスタイルで驚きですけれども。この宿女のね、カードちゃんもそういうようなことなんですよ。あなた様自身がとても素敵な人ですよって、愛する人を、陰ながらね、影になり、日向になり、お支えしていらっしゃる方ですよねっていうようなね、はい。そういった愛の人っていったことも伝えてきてくれております。ということで、C さんいかがでしたでしょうか。今回は、あなたに来たら嬉しいことです。で状況が変化していって、C さん自身がすごくお強くなっていかれるというのと、あとはリーダーシップをね、ちょっと発揮なさっていくことで、どんどん道が開ける、未来が開けるといったようなメッセージを C さんに届けさせていただきました。もしこのリーディングちょっとでもいいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方を押していただけますと励みにさせていただきますので、そちらの方もどうぞよろしくお願い申し上げます。これからもね、リーディング動画アップしていきたいと思いますので、何か気になる時でもいいので、もしそういった時ありましたら、また見ていただけたらとても嬉しいです。ということで C さん、今後も素敵なね、展開、待っていると思いますので、ご自身がちょっと動いていただきますと、バーって開いていくような感じがいたしますので、ハッピーサクセス、幸せな方向ね、もしお相手様いらっしゃるようでしたら、そのお相手様と共に、ますますのね、パワーアップ、アップグレード、していかれますことを願っております。ご視聴どうもありがとうございました。C さん、それではまた。